Podcast en voyage。日本へ帰ってきて一番オロオロしていたのは実は私でした。お店のレジ、私の後ろには3歳と4歳くらいのお子さんを2人連れたお母さんが並んでいました。夕方の時間帯、お母さんの顔には少し疲れが見えます。きっと一刻も早く買って帰りたいよね。そんな時に限って店員さんから告げられた現金のみになりますの一言。よりによって現金専用レジに並んだ私。後ろの親子を待たせたまま、私は頭が真っ白になり、財布をひっくり返して必死に小銭を数えていました。海外から日本に帰れば全部パッと昔の自分に戻ると思ってしまいますが、でも実際はそうではありませんでした。今回は久しぶりの一時帰国で感じた母国なのに外国だったお話です。気がつけばヨーロッパに21年、人生の旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。7月に入り、スイスでは夏休みが始まりました。スイスはそれぞれの州ごとに夏休みがバラバラ。お隣の州はまだ授業中なのに、うちの州はもうバカンスなんてことも珍しくありません。娘の学校はスイスでも2番目に早く6月27日から夏休みに入りました。ということで夏休み、日本へ一時帰国しています。ジュネーブからアムステルダムを経由して関西空港へ。そこからさらに飛行機を乗り継いで実家がある高知へと戻ってきています。関西空港に着いて最初、娘が言った一言がこれでした。お母さん、便座があったかい。そうそう、日本のトイレって便座があったかいんですよね。まさしく肌で日本に帰ってきたなぁと感じられる瞬間です。そして私は毎回ある錯覚に陥ります。自分、背が伸びた？もちろん伸びていません。ヨーロッパでは平均身長が高いので、トイレも少し高い。洗面台も高い。鏡なんて顔が映ればラッキー。頭の先しか見えないこともあります。ところが日本では足がちゃんと床につく。鏡に上半身まで映る。キッチンも使いやすい高さ。こういう小さなことで、ああ日本だなぁと実感し、ほっとします。でも買い物に行ったお店でその安心感は一瞬で吹き飛ぶことになります。以前この番組でドイツのスーパーを初めて利用した時にルールがわからなくて困ったというお話をしました。まさか同じような冷や汗をこの日本で流すことになるとは思いませんでした。カゴいっぱいに買い物をしてレジへ並んだんです。セルフのレジとお店の人がスキャンしてくれるレジとあって、私は一瞬迷ったんですが、カゴいっぱいだし、店員さんのレジを選びました。店員さんがピッピッと小気味よくスキャンを始めて、全体の3分の1くらいが進んだその時、ふと後ろを振り返ると3歳と4歳くらいのお子さんを
2人連れたお母さんが並んでいました。夕方の時間帯、お母さんの顔には少し疲れが見えます。きっと一刻も早く買って帰りたいよね。大量の買い物で待たせちゃうなと思ったんですが、もうスキャンは始まって半分近く過ぎています。今さらお先にどうぞとも言えず、大量の買い物で待たせてごめんなさいとお母さんに伝えました。言葉ではいえいえと言ってくれましたが、明らかに一日の疲れが出て早く帰りたいであろうことは明らかでした。そしてやっとすべてのスキャンが終わり、いざ支払いの段になってカードでと伝えました。すると店員さん、大きなハキハキとした声で、こちらは現金専用のレジとなっています。一瞬で血の気が引きました。後ろにはずっと待っていてくれた親子。今さらやっぱりセルフレジでなんて絶対にできません。そこからはもう心臓をバクバクさせながら財布をひっくり返しての大捜索です。どうかお願いします。現金が足りますように。もし足りなかったら本当に貧縮極まりない人になってしまいます。背中を冷たい汗が伝います。支払い金額は7040円。必死に小銭をかき集めた結果、財布に入っていた全財産はなんと7100円。60円のお釣りです。本当にギリギリのところで足りました。終わってレジを離れた瞬間、泥のような疲労感が襲ってきました。ヨーロッパでは少々間違えてもあまり気にしません。でも日本では生まれも育ちも土佐の高知、できて当たり前と無意識に自分にプレッシャーをかけているんですよね。ああ、もうこんなにもたもたしてという第三者の自分が自分を責め立てます。実はここだけの話があります。そんな自分を救うがごとく、こういうわからなくて周りに迷惑かけそうだなという状況に陥った時など、私はわざと娘に大きな声でドイツ語で話しかけるんです。Kannst du das bitte kurz halten? ちょっと持っててくれる？みたいなことをあえてドイツ語で、そうやって私見た目は日本人ですけどちょっと日本に不慣れな人なんですということをアピールして、周囲のハードルを爆下げするという姑息な手段を使ったりしています。帰国して最初の1週間はなかなかぐったりしています。それにしても21年かけて体に染みついた習慣ってなかなか抜けないものですね。お店に入るときは店員さんにこんにちはと元気に挨拶したくなるし、支払いを終えたときありがとう、良い週末をと言いそうになります。街で誰かがくしゃみをすると、見ず知らずの人でもGesundheit, bless you と口から出かかります。それくらい私の感覚はヨーロッパナイズしてきています。なので日本に帰ってきたばかりの時、街のあちこちで聞こえる音に一瞬どぎまぎしてしまうことがあります。例えばラーメン屋さん、
あちこちからと豪快に麺をすする音が聞こえてくると、ああそうだ、日本に帰ってきたんだったと嬉しくなります。私にとって麺をすする音は帰国を実感させてくれるポジティブな音なんです。ですが、同じすする音でもどうしても気になってしまう音があります。それがと鼻をすする音。ヨーロッパでは鼻はすすらず、人前でも鼻を噛むのがマナーです。鼻をすする音は不快なものとされています。その感覚が染みついているせいで、電車の中やカフェで鼻をすする音が聞こえてくると、どうしても気になってしまいます。でも反対に、その感覚のまま日本のレストランで大きな音で鼻を噛んでしまったとき、一緒にいた母にちょっとと注意されてしまいました。その他、車の運転も注意が必要です。最初の数日は意識して左側通行、左側通行と言い聞かせています。細い道や他の車のいないところなど、気を抜くとついつい右側を走ろうとしてしまいます。これ、歩いている時も同じで、基本左側通行の日本では、正面から来た人をかわすとき、左側に避ける人が多いんです。ヨーロッパでは右側に避ける人が多い。なので、日本でつい右側に避けると、お互いに同じ方向へ避けてしまって、すいません。と、路上で謎のステップを踏んじゃうんです。そんな風にあたふたしている私をよそに、娘はコーチについてまだ数日しか経っていないのに、もうコテコテの土佐弁をマスターしています。子供の適応力って本当にすごいですね。一方で私はというと、あれ指示語ばかり増えて、日本語の単語がすっと出てこない。相づちはドイツ語やフランス語が混ざってしまう。私はまだまだよそ者オーラがいっぱいなのに、娘はあっという間に日本を吸収していく。その姿を見ていると、とっても頼もしく感じます。海外生活が長くなるにつれて、日本へ帰るということは、昔の生活に戻るということではないんだな、とつくづく感じます。まるでもう一つの新しい国へ引っ越してきたような不思議な感覚です。日本へ帰るとヨーロッパが恋しくなる。ヨーロッパへ戻ると今度は日本が恋しくなる。どちらの国にも帰る場所があって、でもどちらの国にいてもほんの少しだけ違和感がある。そんなグラデーションのような暮らしを続けているうちに、気づけば私の中には日本とヨーロッパそれぞれの日常ができています。この状況をかみしめて、スイスのチーズが恋しくなるまでカツオのたたきを堪能したいと思います。皆さんも海外から帰国したとき、あるいは新しい土地、新しい環境で暮らし始めたときに、
ちょっとなんか違うな。これで大丈夫？と、おろおろした経験はありますか？もしよければコメント欄でぜひ教えてください。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。En voyage。フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。